車のフロントガラスについた油膜や鱗ってなかなか落ちなくて困りますよね。そこで今回は洗車のプロが開発した誰でも使える油膜鱗取り専用の新ツールが登場したので、早速取材してきました。過去一でこびりついた油膜と鱗が劇的に落ちる様子をぜひ最後まで見ていってください。こんにちは。こんにちは、どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。なんか今日ええのあるって聞いたんですけど、そうなんですよ。これロリポップクイックと言われるもんでして、これガラス磨く用のアプリケーターです。なんか昔僕一緒に行った時に作ってはったやつですよね。そうです。韓国一緒に行った時に、タオルブランドのリッツインでの試作置き場にたまたまこれのサンプルがあったんですよ。でそれたまたま僕が見つけて 0.2 秒でもう社長にもうこれ商品化してくれ、そうですね、言ってたやつですよね。もう速攻見つけてパッと取って、これ商品化してって言ってで商品化されたものです。なるほどですね。でこれ2種類あって、イッツインバージョンとラボコスバージョンがあります。これはもうイッツインの OEM です。でこれね、今ちょっと日本で半年ぐらい前かな、発売開始したんですけども、もう常に売り切れ。常に売り切れですか。入ってきたらすぐ売り切れるっていうぐらい、もう大人気商品です。で今も、2月時点では売り切れてるんですけれども、なかなか在庫が安定しないんですけれども、でそれがやっと復活してきたということで、やっと復活しました。はい。アマゾンでも商品登録しましたんで。いいですね。じゃあ一旦それどんな感じで使うかって見せてもらってもいいですか。わかりました。はい、これね、特殊な形になってるんです。これね、ガラスって90度じゃないっていうことを一対の社長が見抜いて、こういう形に角度になってるんですよね。90度ではないんです。なんか長方形ちょっと斜めになったみたいな感じですね。これがガラスの形、ガラスの角度なんです。だからガラスの角にものすごいぴったり合う。ほら。なるほど。ジャストフィットしてますね。この角度がこうってことはキワキワまで攻めれるってことですか。そうです。ここがね、なかなかね、みんな磨けないんですよ、この角が。そうですよね。なんかちょっとその塗装に当たって怖いなみたいなところあるんで、この先っちょでこう攻めることができるんですよ。こうやっていい感じで。めちゃくちゃ画期的じゃないですか。画期的で、これね、ほんまめちゃくちゃ流行ってまして、このイッツインっていうブランドね、いろんな OEM をしてる会社でして、世界の有名なブランドの、でいろんなブランドからね、同じようなもの出るかもしれないですけども、それはイッツインの OEM かなっていうふうに思っておいてもらっても。なるほどですね。いろんなやつが出るかもしれんけど、もともとはオリジナルはこれです。イッツインで京都電機の中谷が目利きで見つけてきたもんだということはね、言いたいですね。この車結構あれですね、鱗というかなんかものすごい汚れてますね。そうなんですよ。なかなかね、こういう鱗がついてる車ってなくて、この横の車屋さん、そこから借りてきました。なんか見たことないレベルで窓がすごいですね。そうなんですよ。特にサイドガラスがエグいですね、やっぱり。これ全部鱗ですか。これ全部鱗です。いやー、なかなか見たことないレベルでびっしりこべりついてますね。油膜もあるんですかね。いや、もう油膜のレベルじゃないですね。鱗の中でも多分最上級の鱗、見たことないレベルの。そうですね。これより強力な鱗ってもう船の鱗ぐらいの多分これシリカスケールがついてると思います。このシリカスケールっていうのがね、強力なんですよ。いや、すごいですね。めちゃくちゃ、これはなかなかザラザラですね、窓ガラス。ちょっとこの鱗はね、だいぶ強力なんで、もう最強の鱗には最強のガラス研磨剤、ラボコスメティカのビトレオ。なんかショート動画でめっちゃバズってたやつですよ。そうなんですよ。これで取れない鱗はないって言われるぐらいのものです。もうガラスの傷を消すぐらいなんで。そうなんですね。ただでもこれはちょっと強敵だと思います。そうですね。相当こべりついてましたもんね。そうです。ポリッシャー使えばね、割と楽勝で取れると思うんですけども、この手磨きで取れるのかっていうところですね。だからこの最強のこのガラス研磨剤とこの新商品ロリポップクイック、これフェルトになってるんで、これも結構強力です。でこの2つでちょっとやっつけていきます。じゃあとりあえずね、ガラスクリーナーで取れるかどうかちょっとやってみます。これ普通のガラスクリーナーです。これで取れたらね、問題ないんですけども。そうですね。そのどんだけ強力な鱗かっていうの全くあるでしょ、変わってないでしょ。全然全く変わってないですね。だからもう完全に硬化してしまってるっていうかね。じゃあちょっとやっていきます。じゃあまずこれね、ちょっと少し潤いを与えます。これは粘土潤滑剤のルーブフィリカです。ちょっとふわっと潤いを与えます。これで滑りが良くなるんで、ビトレオを適量、こんなもん。これあんまり力入れてないです。そうですよね。なんか撫でてるぐらいの力加減で。ただこれはちょっと僕も取れるかどうかちょっと分かんないですね、正直。そのレベルでこびりついてそうですか。一旦これで拭いてみましょうか。取れてるんちゃいます？なんかどうですか？一瞬境目が見えましたけど。まだちょっと残ってますね、やっぱり。残ってますか？
あ、そうやな、まだちょっと残ってますね。やっぱ濃いめですね。ちょっとこれはね本気でやらんとダメですね。はい。本気でやります。本気で、はい、お願いします。こういう場合はちょっと本気でやらんとダメ。ただこれものすごい握りやすい。力入れやすいです。はい。だから疲れないですよ。こう今まあまあ力入れてます。はい。でもこれ人間工学に基づいてるんで、はい。全然疲れないんですよ。こうやって結構力入れてます。はい。でこれなんでこれ握りやすいかというと、もうこれ自体が EVA ブロックを人間の手で削り出してこの形にしてるんです。全部人間の手作りです。はい。ものすごい力入れやすいです。OK。ちょっとまあまあ力入れましたね、これは。お、取れたんちゃいます？うん、取れましたね。取れるんですよ。こんだけひどいやつが。うん、取れました。あ、明らかにここがだって境界線になってますもんね。取れてるでしょ。ここが見やすいです。めちゃくちゃ取れてますね。取れてるでしょ。全然違いますね。ここだってもうひどいですよ。ここからめっちゃ綺麗ですね。こんだけこびりついてるやつでも全然取れると。そう。力が入れやすいから普通よりも早く落ちるっていうことですね。しかも疲れへん。例えばこうやって持つタイプのやつ、横、はい、これしんどいんですよ。これよくあるやつですよね。ここで保持しないといけないから。はい。でもこれはここの、そうか、手のひらで握り込んでこうグッといけるからってことですね。ここはもうグッと握れるんで、ここの力全部使えるんです。ここの力、そうか。これ例えば横だけ持つやつやったらここの手の力だけでやらんとあかんから、これにつってくるんですよ。指疲れますもんね。指疲れるんですよ。でもここはもうこれギュッと握れる、グリップ握れるんで、もうこの辺の力全部使える、ダイレクトに。でこう握り込むからその液に指触れないんで余計いいですよね。そう全然手汚れないですよね。手汚れないですもんね。手汚れないです。結構分厚いし。そうしかもこれ粉出ないんで、車汚れないんで、粉一切出てないでしょ。確かに。そしたらじゃあこの角をちょっと攻めてみますか。じゃあこのロリポップクイックの真骨頂と言われるね、この角攻めを今からやっていきます。で普通のアプリケーターこの角がね磨きにくいんですよ。でもこれはこのとんがりで攻めれるんで、ちょっとやってみます。はい。じゃあいきますよ。ほら。そこの角になんかジャストフィットしてません？そうジャストフィット。素晴らしいな。その角度めちゃくちゃ計算されてますね。やばいでしょこれ。車って大体この角度なんですかね？そうです。こういう角度なんです。それでや。90度じゃないんですよね。直角じゃないんですよ。ちょっとこう右に若干傾いてますもんね。だからこの形なんですよ。はあ。計算されてる。すごい。でかつ握りやすくて力も入れれて。だから今全然疲れてないですよ。これ握れるんで。結構キワキワいってますもんね。キワキワ。でマスキングしてるんでね、どんどん攻めれるっていう。ほら。本当や。角までいけるんですね。角までがっつりいきます。ほら。ここも使います。ただやっぱこっちの方この角度の方がやりやすいですね。この直角より、正方形の形よりこっちの方がやっぱりその窓のだって枠の形ですもんね。そう窓の枠の形そのままで攻めれるという。そういや画期的ですね。これで綺麗に取れたらやばいですね。もしかしたらもう一回ぐらいやらんとあるのかもしれない。これだいぶ強力なんで。めっちゃ綺麗ですね。取れてます？その上と下で境界線がはっきり出てます。そうでしょ。ほら。わすごい。すごい。キワキワまでいってるのがやっぱすごいですね。そうですよ。だからやっぱこのロリポップがあるから取れるんですよね。やっぱり。じゃあ磨きます。だいぶひどいですね。やっぱりこれ。だいぶひどいですね。じゃあやってみます。はい。ほんま力いらないです。よし OK。はい。これで一旦拭いてみます。ガラスクリーナーで。全然違いますね。そうでしょ。左まだまだ跡が残ってんのに。マスキング剥がしてみますか。ほら。ラインができてますね。完全に。こっちめっちゃクリアです。この右の線ちょっと剥がしてもらっていいですか。右の。うわすごいね。すごいこれはすごいこれはすごい。吹いたとこだけ丸分かりですね。やっぱりそうです。そこだけなんか穴開いたみたいになってますね。うわすごいわこれ。すごいすごいですねこれ。ガラスクリーナーで。
な。ああ、すごいすごい。わかるでしょ。めちゃくちゃ綺麗に境界線できてますね。そうでしょ。これだいぶひどい。いや、だいぶ広いですね。もう通常やったらこう機械でやらんと機械でやらんと無理ですね。ダメなレベルの。手磨きでもできるっていう。手磨きでもこのレベルで。そうなんですよ。すごいですね。吹いたとこ丸分かりですよこれ。そうなんですよ。すごい。じゃあフロントガラスやっていきます。でフロントガラスは常にワイパーが動いてるんで、はい、サイドとかリアガラスみたいにひどい鱗はついてないと思います。なので簡単にうまく取れると思うんで、じゃあやっていきます。で適量を取る。であとはこんな感じでこれ端っこもねやるとちゃんと角もしっかりと、もう全然さっきのサイドガラスとかに比べたらもう全然楽勝ですね。もうこんな感じで。ああ、すごいすごい。全然楽勝。はい。気は気温も全然大丈夫ですもんね。全然いけるんで。だからこれぐらいパワーを持ってる。はい。まあとりあえずこの辺までやりましょうか。撫でるだけで。撫でるだけ。油膜が落ちる。そう。鱗も落ちる。鱗も落ちます。この辺の鱗はちょっとねがっつりやらないとダメなんですけど、このワイパー当たってるところって鱗そんなつかないんですよ。あ、そうなんですね。そもそもが。はい。だからワイパーの当たってないこの辺とかがちょっと力いるかもしれないですけども、とりあえずこんなもんだけやっておきます。ほんで一回拭きます。いや、そこすごいですね。ほらこの境界線が、むちゃくちゃ綺麗にはっきり見えますね。何にもついてないでしょこっちのやった方が。何もついてないですね。透明になりましたね。透明になったでしょこれ。すごい。逆に左が汚すぎますね。そうでしょ。こんな汚いですよ。こんなんで乗ったら事故しますね。そうですよ。夜とか見えないんちゃいますこれ、下手したら。慣れてるとね違和感があまり感じなくないと思うんですけど、この綺麗さ見たらこの綺麗さ見たらそうですね。何これ、左と右でえらい違いますね。そうですね。拭くと境界線がやっぱはっきり出ますね。そうでしょ。やっぱ油膜が残ってるとこ残るみたいな感じです。そうです。べちゃっと。べちゃっと残るんです。で油膜と鱗が落ちるともう透明になると。そうです。いや透明ですね。そうでしょ。めっちゃ綺麗。だからそれがもう力全くいらない。はい。こういう油膜落としって大体何ヶ月おきぐらいにやってるのがいいんですかね。そのコーティングをすれば半年は持ちますね。特にうちのラボコスメティカのアクアベロックスっていうコーティング剤があるんですけれども、それはもうガラスを完全にバリアするんで、本当に油膜とかつかないですね。でそれやるともう半年は大丈夫です。でも半年に1回リセット、そうですね。これでパーッとやったらリセットしてでまたアクアベロックスでコーティングと。そうです。溜め込まないってことですね。油膜とかやっぱり。で常に洗車でガラスクリーナーとかで落としていくと。基本的には。溜めるとやっぱ固着するんで。固着するとやっぱしんどいですよね。しんどいです。さっきみたいになるんでサイドガラスみたいに。めちゃくちゃ頑張らんとあかんっていう。この辺ワイパー通らないんで鱗がずっと溜まるんですよね。これ。でここね。こんな感じで。あんまり力入れてないです。ちょっとこの体勢なんでもう全然力入れられないです。この体勢なんで。そうですね。この体勢。カメラあるんで。もうほらここの鱗がねだいぶ強力なんですよねやっぱり。ワイパー通ってるところは割とね鱗固着しないんですけども。あと拭きます。僕らプロなんで基本的にはもうポリッシャーでやるんですけども、これ見てる人はね割とポリッシャー持ってない人も多いと思うんで。そうですね。手磨きでどれだけできるかっていう。だいぶ取れたんちゃいますよ。やったところは右そこの境界線またえげつないことになってますね。そうでしょ。鱗びっしりついてるんですよここ。なかなか取れない。磨いたところが分かりやすいですね。そうでしょ。完全に取れてますね鱗が。すごいすごい綺麗綺麗。これ一面やろうと思ったらやっぱしんどいのはしんどいです。やっぱしんどいですよね。しんどい人はポリッシャー買ってくださいと。ポリッシャー買ってほんで角はこれでやってください。角はね。そうかそうか。広いところはポリッシャーでやって。広いところはポリッシャーで。ポリッシャー角はそれで攻めると。これね今ガラス用なんですけれどもなんとこのパッドを変えるとボディ用にもできると。これボディ用のパッドです。でこれをつけるとボディ用。じゃあやってみます。じゃあ例えばこういうねペイントクレンザーボリックスのクリーナーアクスちょっと桂馬粒子が入ってるものですね。こうつけてもらって例えばこういうところ磨くことができる。こんな感じで。
ボディ用にも使えます。はい。ロリポップクイック、これを使うと誰でも簡単にガラス磨きができます。特にこの先端がねこんな感じの形状になってるんで、ガラスのこの際角を攻めやすい。なのでこれ見てるプロの視聴者の方でも使えると思います。やっぱプロの方はポリッシャーでやるんですけれども、はい、やっぱ際はやっぱ手磨きなんで、その時にやっぱりこれが役に立つかなと思います。際を攻めれるのがロリポップと。そうです。はい。で、こちらロリポップクイックハンドル1個と、はい、この替えパッド2枚ついてます。これがワンセットです。でこれはそうですね、ガラス5、6枚やるとやっぱ角がへたってくるんで、はい、交換してほしいですね。でその交換のリフィルはまた別売りで販売しますんで、はい、ぜひ概要欄の方で、ご確認ください。普通の人やったらもう1年以上使えますよね。使えます。はい。ですよね。だから半年に1回やるにしても、これ1枚でガラス1周やっても3回ぐらい使えますんで、全然1年下手したら2年ぐらい持つかもしれない、普通の人は。わかりました。じゃあ詳しくは概要欄の方載せておきますんで、皆さん見てください。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。